はい、皆さんこんにちは。万博も最終盤に入ってまいりました。連日もすごいにぎわいで、大阪の盛り上がりっていうのも、なんか歴史の1ページになってるぐらいすごい最高潮を迎えてます。この時間皆さんと、これから45分ご一緒できることを大変光栄に思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、森の共演ですね、はい、このダイアログっていうのは、通常のトークとこの森の共演、食に関連した部分があるんですけれども、最終回になりますということで、そして今日は試食もありますので、私が多分世界で一番好きなチョコレートですので、それを皆さんと分かち合いながら、今日この時をご一緒できればと思います、ということで、じゃあ今日のご紹介を太田さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。はい、コーディネーターを務めさせていただいております太田ゆかりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、ではちょっとご紹介をしたいなというふうに思っております。本日のゲストですね、トップショコラティエとしてサロン・ドゥ・ショコラパリに挑み CCC の品評会で最高位のコールドタブレットを受賞されております。同団体より世界の優秀なショコラティエ100、すごくないですか。100です。トップ100、世界のトップ100に、選ばれている方でございます。国際的なチョコレートコンクール ICA でも金賞を受賞するなど数々の賞を受賞されております。繊細な味わいを持つ日本の素材とチョコレートの最も良い組み合わせを常に追求し、素材を超えた極みに作り上げるチョコレートは親しみやすく、国を問わず愛され、国際的にも注目される日本の素材のチョコレートの振興に寄与し、高く評価されている方になります。はい、ではメリーチョコレートカンパニートップショコラティエマーケティング本部の、研究開発部部長大石茂之さんになります。皆さん大きな拍手でお迎えください。大石さんよろしくお願いします。すごい、よろしくお願いします。お願いいたします。トップ1ですか。はい。100ではなく世界トップ1位です。はい。ありがとうございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで宮田先生と大石さんのご関係は。そうですね、実は大石さんのチョコレート本当に素晴らしくて、大好きだったんですけども、交流として生まれたのはですね、クローズアップ現代の放送があってですね、まだ今デイでやってる武田さんがですね、クローズアップ現代をやった時の伝説の放送事故みたいな回があってですねそれ何なのかっていうと、チョコの回だったんですけど、百戦錬磨の彼が最後に1分余らせるっていうですね、20何分の番組で1分余るって相当で、あれってなって、1分余ったみたいになった時に、最後チョコをひたすら食べるっていう回があってでもその時の特集でこう、メリーチョコレート、大石さんのチョコレートっていうのがあって、もう僕はひたすらチョコを美味しく味わってたことをすごくなんか喜んでくださってですね、なんかご連絡差し上げたっていう、そんな感じだったです。ありがとうございます。当時本当にクローズアップ現代でですね、私の作ったチョコレート美味しいって言ってくれて、それだけで本当に嬉しかったですね。それでこういう今お話しする機会、皆さんの前でお話しする機会ができたのは本当に嬉しく思ってます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。先ほどサロン・ドゥ・ショコラというお話あったと思うんですが、皆さんご存知ですか？はい、女性陣はバレンタインとかでもちろんご存知かなと思うんですが、ちょっと説明をすると、サロン・ドゥ・ショコラっていうのは世界中のショコラティエ、あとはチョコレートに関わる企業さんが集まる祭典で、ファッションショーやショコラティエの講演、あと大石さんもやられていたデモンストレーションなど、そういったことが行われるイベントで、1995年フランス・パリで始まって毎年10月から11月上旬にかけて開催されるということで、もうすぐまた今年もあるということでしょうか？今年もあるんです。コロナ禍だけは、コロナの時はなかったんですけど、今年もありますが、今回ちょっと出席しない形になってます。本当ですか？じゃあ今日はここに来ていただけたっていうのは、こっちを取ってください。結果的にはありがとうございます。はい、という本当に出展者200名以上という、もう世界の各国の、
一流のショコラティエとブランドが集まる世界最高峰の祭典で、大石さんも2000年からずっとご活躍をされているという、本当に世界に誇れる日本のショコラティエのお一方でございます。じゃあちょっと大石さんのものづくりの方にちょっと入っていきたいなというふうに思うんですが、2000年にこのサロン・ドゥ・ショコラに挑戦されたということで、宮田先生、チョコレート、今すごい話してライオンが遠ざかったみたいなんで、はい、ここね本当にライオンが来たら閉鎖されるエリアなんでドキドキしてたんですけど、そうなんですよ、さっきまで今日は皆さんにねギリギリチョコレートも共有できますんで、はい、はい、これはだから我々にとって好ましいニュースだということで、そうです、はい、先ほど中止になるかもっていう風になっていたのでよかったです。はい、はい2000年に挑戦されたということで、その時のなんかエピソードだったりとかいろいろお伺いできたらと思うんですが、そのサロン・ド・ショコラ、はい、はい、2000年ですね、日本の企業、日本のショコラティエもまだ出てない時代だったんですね。その時に初めて出て、私もその時、今こんなになってますけど、ペイペイで、がたいが良かったので、荷物持ちで参加させてもらってました。で、エピソードとしては、生チョコレートで抹茶を使ったものを持っていったんですね。日本で言えば抹茶のチョコレート、かなり皆さん美味しいこと知ってると思うんですけども、それを持ってったんですが、フランス人に受けなかったんですよ。なぜかというと、緑のもの、向こうではピスタチオなんですね。それでこちらは私の方は抹茶とかテベール、フランス語でテベールっていうんですけども言っているんですが、何か分からずそのまま食べて苦いので吐き出してしまう、それがあったんですね。それショックですよね。ショックですね。美味しいものだとして提供してるのに吐き出されちゃうっていう、はい、日本の方だとペッて吐き出さないで紙かなんかにくるんで、ちょっと見えないようにするじゃないですか。なるほど、こうダイレクトに、はい、それをこうポンってやられた、はい、なるほど。しかもその後皆さんがその後を踏んづけますので、赤い絨毯だったんですが黒い絨毯で終わってからいつもそれを取るのがですね、すごい悲しかったですね。いやすごい、なんかかなり厳しいところからある種洗礼のようなものを浴びながらスタートしていったっていうところなんですね。なるほど。なんかそのお話を私聞いた時にですね、それから数年後、16年ですよねにの16年2016年にはい野立てっていうチョコレートを出されたっていう記事を見たんですよ。で野立てって外で、じゃあお茶室ではなくってお外でお抹茶を立てることを野立てっていうんですけど、でそのチョコレートがゴールドを取られたっていう記事を見た時に、抹茶って今ではもう世界中の人が日本のアイコンとして知ってくださっているし、美味しいっていうことも分かっているし、でもっと言うと今日本で買えなくなってるんですよね。私お茶を習ってるんですが、お茶の教室でも抹茶が手に入らないぐらい貴重なものにどんどんなってきている中で、なんかその先駆けとして日本のその食材だったりとかを外にこう伝えるのをなんかやっていただいていたのがメリーさんだったんだな、おいさんだったんだなっていうのを思いました。その時はそういう感じではなくて、美味しいものだからっていうところで持ってってたんですね。で最初の2000年は本当にそういう本当にほとんどの方があんまり美味しくないという判断してて、それからもずっと毎年持ち込んで販売してたんですね。だいたい2006年ぐらいですかね。そのあたりから抹茶ということが知られるようになって、なるほど、なるほど。それから爆発的に向こうのショコラティエも抹茶を使った商品を作るようになりましたね。あれですね、やっぱ続ける中でようやく認知が得られて、で評価も反転したっていうことですね。そうですね。その後からはもともと日本酒ではなくて、最初抹茶のガラスにジン、ヨーロッパの方のお酒ですけども、そちらを入れてたんですけども、それを機にですね、やっぱり抹茶に合うのは日本酒だろうというところで、日本酒に変えてどんどん広がっていった形ですかね。素晴らしい。大石さんが使う日本のお酒の組み合わせっていうのは私本当に好きで、ありがとうございます。お酒そのものは全く飲まないんですよ。原液っていうとちょっと失礼かもしれないですけど、ただアルコールとか
このショコラと合わさった時に、特に大石さんがこう組み合わせた時のアルコールの美しさっていうのが本当に、後で皆さん今日のチョコにも入って入ますってます。本当にこのアルコールが入ることによってこのアルコール自体の香りですよね。お酒の持っている香りとか二段階醸造のうまみの深さとかで、それがこのうまみと加わった時の本当に繊細でこうふわっとこうなんていうのか華やかに開いていくような感じが本当に素晴らしいので、ぜひすいません、もう言葉だけで今先走ってますけどもぜひだんだん堪能していただけると。食べたくなっちゃいますよね。はい、ちょっとそろそろ配りそろそろ行きますか。はいぜひ今日のチョコはぜひその場で食べてください。持ち帰らないでくださいね。持ち帰らないという前提で今日お配りできるようなも今のなの食で、べれないっていう方はごめんなさい、ちょっと控えていただいて、はい今食べれますという方はぜひ、はいはい今ここで食べれますという方だけ手に取っていただければと思います。それをちょっとお約束にしてください。お子様はどうなんでしょうか。そうですね、お酒、日本酒を少々使ってますので、日本酒がダメという方、お子様と、あとはちょっと苦手な方、お酒が苦手な方は少し控えた方がいいかと思います。はい。アルコール含有量自体で 1%、そのぐらいになりますね、アルコール的には。で今日本当に特別にですね、皆さんのこのお手元の配りした中にバラの花びらも入ってます。これ香り使いとかしてないんですか？してるんですか？これはバラ2日前の朝に摘んでもらった食用のバラなんですね。なるほど。食べることできます。一番は香りを嗅いでください。いや本当にすごい豊かな香りで、もうずっと僕このまま家に持ってって布団の中にも入れたいぐらいです。バラの花って育てる観賞用が多いので、すごくお薬がかかってることが多いっていうふうに聞いたんですけど、食用っていうことは本当にその農家さんも努力をされて作られているものですね。無農薬で作っていて、素晴らしい。しかも手で摘んでるんですよね。毎朝こちらで頼むと手で摘んで送ってきてくれるというものになります。ぜひじゃあちょっと口の中に頬張っていただいて、私さっき裏でも食べたんですけど、もう一回食べます。本当ですか。大石さんのチョコレートを食べる時の、ちょっと待って、宮地先生がちょっと話してくれるかしら。いや素晴らしいですね。ありがとうございます。本当に最高のチョコレート。この何でしょうね、バラの香り自体もいわゆる人工的にバラを再現したものって強すぎてわーってなるんですけど、天然のバラって本当に繊細で美しいんですよね。で儚く消えるような美しさがこうわーっとこう繊細に香ってくるんですが、このチョコレートそのものが本当にこのバラのような美しい繊細なこの余韻を作っている。嬉しいですね。こちらバラの抽出、日本酒で日本酒大吟醸、山形の出羽桜という純米大吟醸1度というのを使っています。いろいろ親戚方法も考えていて、常温で2日間漬けたものをそのまま使うと一番美味しかったですね。それ以上漬け込んでしまうとえぐみや苦み出てしまうというところが分かったので、一番いいところでチョコレートに入れてます。皆さんどうですか。なんかだんだん最初ね、ちょっとフレッシュなすだちの香りがして、私さっきちょっと直前にいただいたんですけど、まだね口の中にちょっとバラを感じるんですよね。長く余韻を。それぐらいなんか時間軸が長い楽しみがあるなと思ってて、すだちの香りも本当に素晴らしくてね、すだちのこの酸味のフレッシュさ、カカオの苦み、もちろんいわゆるチョコレートとしての甘みの味わいがありながら、このバラのこの香りが日本酒とともにですね、透明感をそこに美しく抜けていくような。ありがとうございます。皆さん食べました？どうですか？どうですか？ね、美味しいですよね。なんかおいさんがインタビューで以前見たのに、その野立のチョコレートの時に、おいさん庭だったりとか庭園に休日行かれるのが好きで、その時にチョコレートをポンと口の中に放り込んだらみたらしの味がして、その後に宇治抹茶で
でそれがこう一つの野立てのようになるようにっていう作品だったっていうふうに聞いて、その時間軸とチョコレートって溶けていく時間軸みたいなものがそのいろんなものがこう出てきて、でこんなに丁寧にチョコレートを食べることってなかなかないなって思ってでもねゆっくり食べたくなりますね。宮田先生も何も喋らなくなっちゃった。この時間のために生きてきたぐらいのさっきこのチョコを食べる美味しく食べるために少し物を入れましたありがとうすぎるとねやっぱりそうですね。このやっぱりある程度満たされてる中でのこのなんていうのか余韻としての甘味っていうのがあるので、空腹のところに入れるとねやっぱり逆に塩味が欲しくなったりするので、自分のチョコレートコンディションっていうのも常に考えながら生きてるんです。素晴らしいです。ありがとう。どうすればこれを一番美味しく食べれるのかみたいな、もうちっちゃい頃からお弁当の食べ順をどうすれば一番美味しいのかとかっていうのを考えながら生きてたぐらい。そんな子供ですか。いやでも素晴らしい。それにやっぱり捧げるにも本当に値するっていうとちょっと失礼ですけど、本当にやっぱ素晴らしいもう芸術ですよね。ありがとうございます。いや本当に素晴らしい。でチョコレート自体も結構やっぱり歴史あるわけですよね。昔はもうとにかくひたすら甘いので、そこになんかウイスキーボンボンみたいな西洋的なアルコールをガンって入れてちょっとこうシンプルな変化をつけるっていうところから、さらにこうなんでしょうねショコラティエの創生っていうのかもうなんでしょうねジャンポール・レバンさんとかそういう人たちが出てきて少しこう高級ショコラとかカカオにちょっと苦みを効かせたりっていうのが出てきた先に大石さんたちがこの果実とあるいはこの地酒とか地域のつながりとかそういうこう新しいこの香りのレイヤーを作っていったっていうところが本当になんていうのかチョコレート自体もどんどん変化してるなっていうふうに思うんですけど。なんかそのインスピレーション、その食材、すだちとバラを合わせようなんて多分私はもう人生で一度も考えたことがないぐらいあれなんですけど、どこからそういうインスピレーションとか食材との出会いとかってあるんですか？この食材との出会いがこのバラの花なんですけども、食品の展示会があったんですね。そこでバラのジャムを売っているところがあったんです。そこに行った時にその展示ブースにバラの花びらがあったんですね。すごいいい香りがして、これどっからそうです。どっから来てるんだろうと思って匂いを嗅いだらこれだっていうことが分かって、ちょっと食べさせてくださいということを言う食べに行くとこはすごいですね。ところが最初拒まれるんですよ。埃だらけになっているからこれは食べるなと、売ってもいないしって言われたんで、それでもいいからって食べたら酸味がすごい優しい酸味で、あと香りですね。若干の苦みがあってすごい好きで、ぜひ使わせてくださいと。これ食べられるんですね。食べられます。皆さんのお手元にあるのも食べられる。はい、食べられます。ちょっとこの季節のは苦いかもしれないですけども、季節によってもちょっと違うという。これまた合わせるとチョコレートの余韻が膨らみますね。このバラのこのある種の酸味で。そうですね。また香りも口の中で広がって鼻の中を通っていく感じ、これチョコレートと合わせると最高だと思います。チョコレートが落ちちゃってる。チョコレートの紙が落ちてますね。紙か、びっくりした。なんかまた抹茶再びみたいなここで起こったらすごい悲しいなと思って、大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫です。メリーの方だし大丈夫ですよね。いやでも本当に素晴らしいですね。このバラだけでもいくらでもいけそうな。これは本当に出会ったっていうところですよね。出会わなかったらこのチョコレートはなかったです。ちなみにこのチョコレートっていうのは22年23年にかけての世界大会で金賞を取ったんですよね。金賞って1品しか取れないんですよ。そうなんですか。そうなんですか。人生で1品しか取れない。1品だけですね。1品だけ。何回も取られてますよね。金賞はそこまた別のまた別で金賞はもうこちらの金賞はインターナショナルチョコレートアワードという大会ですね。すごい。全国を17ブロックかな分けて予選があって、全体の1品だけなんですか。サランドショコラはいっぱい金ありますね。なんかもうそうですよね。これは部門ごとに分かれてて、ビターチョコレートのガナッシュ部門のところで
金賞を取ってます。すごい。わあすごい、なるほど、なんかグランプリって言った方がいい気がしますね。そうですなんねか金賞、なるほど、すごいですね、やっぱりね、改めて。そうなんかやっぱりチョコレートっていうとすごい甘い強い甘さみたいなのがあるんですけど、本当大石さんのチョコレートは優しくて優しくて、まそう、こまろの人のおやかで人柄のえね、ーすごくやっぱりなんか料理人の方々ってやっぱり人生感が出てくるんですよ。料理人。出てきますなんか大石さんの本当に優しさと、このすごく美しいものを愛する、繊細な美意識がこのチョコレートに出てくるのが、本当にそこもお会いしてね、ますますそれがしっくりきて素敵だなと思って、まさにこのすだちとバラにはそれが反映されてます。このすだちを選ばれた、まあ、バラの相手としていろいろな果実は考えられるわけですよね。すだちっていうのは何か理由があるんですか？これはバラの酸味があるので、チョコレートもビター系のものをボリビア産のを使っていて、ちょっと酸味があるんですけど、なるほど、そこにぶつける感じっていう、そこにまた酸味を加えたいなと思ったんですね。それですだち、かぼす、あと橙とかちょっと甘めのものも考えてたんですけども、このすだちが一番良かったんですよ。すごい試行錯誤して最後なかなか皆さんすだち食べないですけど、今サンマが出てて結構すだちかけたりしますけど、食べる人はいないですよね。で、一番あったのがすだちだったので、今回バラとすだちというところで作ってみました。確かにまあ柚子とかね、橙とかいろいろあるんですけど、甘すぎたりとか、まあ柚子はまた違う華やかさが出ちゃうんで、すだちのこの穏やかな感じがバラを引き立てるのにもすごく良かったってことですよね。最終的にちょっとかぼすとどうするかっていうところはあったんですけども、こちらの方がすだちの方がちょっと繊細な味わいがしたんですね。徳島県産のすだちがバラにすごいマッチしました。素晴らしい。なんかこの大石さんのお人柄とこのすごく計算されて作られているチョコレートで、まあ、なんか通常だと私、ショコラティエさんとかっていうと雲の上のような、なんか遠くて高くて手が届かなくてめったに食べられないっていう感じがしてしまうんですよね。まあ、世界大会でグランプリを取られててっていう風になると。でもこのメリーチョコレートさんで、私結構田舎に半分身を置いてまして、でスーパーがないような町なんですけど、そこでも見つけられたんですよ。でそれぐらいなんか生活のそばに大石さんがいらっしゃってでそういう方が作っているものをなんか自分はいただけるっていう、なんかすごく裾野も広いし、なんか人柄も優しさとかが全部になんかつながってるなって思って、いつもすごい素敵な方だなって思って見てます。いや、そんなに褒められることなかなかないんですごい恥ずかしいですね。確かにメリーチョコレート全国の本当に百貨店だけではなくて量販店にも全て出しております。だからこのチョコレート自体は販売しないんですけども、私そちらの方の全て監修、をやってますので、そのチョコレートの味生きてますので、皆さん量販店や百貨店で食べていただいてですね、このチョコレートの味わいのどこかに見つけていただけたらいいかなと思います。まああれですよね、毎年やっぱりバレンタインのシーズンにこのハイエンドっていうのか、価格帯が少し高めの最高峰のクオリティのシリーズを出してくるっていう感じなんですかね。そうですね。だから日本もやっぱこれもねいろいろあると思うんですけど、チョコに対する熱量が日本人ですごい危ないバレンタイン前後にとにかくそういう高くて質のいい商品がバッて出てきて、その後バッて消えるっていう感じなんですけど、だから多分来年のこの1月ぐらいからまた新しいメリーさんのチョコレート出るんじゃないですか。出していく予定ですね。あと今日が10月1日なんですけども、メリーチョコレートの75周年の記念日なんですよ。おめでとうございます。本当にすごい日に呼んでいただけたなと。万博にて、おめでとうございます。その他にも10月1日ということで、百貨店量販店でもエルファンシーチョコレートという一番のうちの看板商品もリニューアルして販売してるんですね。本当は今宣伝になっちゃったんですけども、本当はここでみんなに食べていただきたいなと思ってたんですけども、ちょっとそこまではいけなかったので、なるほど、まだねバラではチョコね、本当にこれだってただ1個何百円、600円とか
それをすみません、なんかあまりあれですけど、それを今日皆さんにお配りしたっていうあれはこれもうメリーチョコレートさんのはいありがとうございます。ありがたい。まさかそうなんですよ。これトークのイベントに参加するだけでそれを食べれるっていう。本当に。なんかこの多分大石さんなかなかお会いできない方だと思うんですが、なんか日頃なんかどんな風にさっきお話ししてた食材を見つける方法とか、その展示会とかもあると思うんですけど、なんか私の直感ですけど日本酒お好きなのかなって思ってまして。大好きです。はい。2週間に1回ぐらい私関東の田舎の方に東京の田舎の方に住んでるんですけども、群馬や埼玉の酒蔵ですね、あと温泉、そして JA とか農協とかですね、行って食材探ししてます。なるほど、そこにいろいろな日本酒の出会いがあるので、そうですね。焼酎も使ったりも。焼酎も使いますね。はい。大石さんの焼酎のチョコのシリーズもちょっと好きなんですよ。あれもすっごい名作あって、はい。ありがとうございます。焼酎も日本酒も本当に素晴らしいです。宮田先生は本当にファンですね。そうなんです。そうなんです。もう大石さんを追ってればいいなっていうぐらい、いいなっていうのが間違いないなっていうぐらい、大石さんのチョコの方向性にすごく僕はリスペクトを抱いて、もちろんねトップショコレーティさんいっぱいいらっしゃるんですけど、それぞれ多分スタイルがあるんですよね。そうですね。皆さんやっぱり個性が出てて、最近だとなんですか、ドバイチョコレートみたいなの一世風靡してますね。世界ではそういうトレンドがあったりする。なんだろうドバイチョコって知ってます？存じてないです。あんまり解説してもらえないですけど、ピスタチオを使うんですよね。ピスタチオを使ってちょっと中東の香りがするものみたいなのがなぜかパリを席巻したりしてるんですけど、でもやっぱりそれはそれで一つの流行だなって思ってて、やっぱ大石さんたちが磨き上げたこのいわゆるその土地のものっていわゆるこの日本酒とかアルコール、土地の文化とその土地のこの果実ですよね。でそれを繊細に合わせながら儚いチョコレートでありながらも儚いっていうこれはなんかもう一つの到達点じゃないかなって僕は思ってます。いやー素晴らしい。なんかチョコレートって本当に老若男女じゃないですけど、なんかそれがそこにあるだけで、みんながハッピーになれる。なんか私多分この万博だと森があるだけで、人もそうなんですけど、虫とか鳥たちも集まってくるっていう、なんかみんなにハッピーだなって思って、でなんか大石さんのチョコレートもなんかチョコレートを媒体というんですかね、なんかハブにして、いろんな食材だったり日本のなんですか、日本の食を世界の人にプレゼンテーションしていただいたり、なんかその世界のものが日本に落ちてきたりとか、なんかそういうことが起きてるなっていうふうに感じてます。ありがとうございます。あんまりそういう感じでは作ってないんですけども、結果的にはそうですね、そういうふうに言っていただけるとそうなってるんだなっていうのは思います。どうぞ。私的には本当にその地方の食材で美味しいもの、それをチョコレートに合わせてより美味しくする、その素材、今までの皆さんが例えばイヨカンだったら食べて美味しいもの、それをチョコレートに入れて今まで食べてたイヨカンよりも美味しくしたいという思いで考えて作ってますね。いやそれこそ今日やっぱりバラの森の共演ってテーマですけど、森の中にあるこの自然のこの花ですよね、このバラという花のこの香りだったりこの美しさをなんかよりなんていうのか、この五感で体感できるのが大石さんのチョコレートだなっていうふうに。バラが持ってるやっぱ綺麗繊細で美しさをこのチョコレートの表現形式の中で本当に研ぎ澄ませてるなっていう。まさにそういう意味では自然のこの一つでもあり、なんか今日このいろいろなチョコレートあるとは思うんですけど、バラを選んでいただいたっていうことにすごくなんか不思議なねご縁を感じるな。ありがとうございます。見て美しい、で香っていい香り、でも体の中に取り込むことは今までできなかったですね。ぜひね、バラの香りを皆さんこの人生でもいろんなところで思い出していただければと思うんですけど、これからのチャレンジとか聞いてもいいですか？チャレンジぜひ。大石さん。
これからのチャレンジとしてはやはりはい日本の各地方の食材ですね、はいそちらをいろいろ発掘してそれをチョコレートと合わせて皆さんに食べて喜んでいただきたいっていうところで、いろんな取り組みやっているんですよ。こちらの今画面に出ているテトテショコラというのは地方の食材の農家の方だったり酒蔵の方だったり生産者の方から、私が素材をいただいてチョコレートと合わせてそしてその各地方の百貨店で販売してもらうという取り組みになっていますね。いやもう私も大石さんのチョコレートを食べて思ったのが地酒があるなら地チョコもあったらいいじゃないかっていうね、その地域の誇りの、なんかそういう地チョコ的な感じになってるわけですね。そうですね。販売するのもその地方の百貨店ですね。大阪だと今回バレンタインにアベノハルカスさん、近鉄百貨店さんの方で奈良県のほうじ茶を使用した生チョコレート、こちらの方を食べていただけます。今日すごい柔らかいチョコレートですので、そちらの方持ってくるともうこの気温だとちょっと厳しかったので今回はないんですけども、ぜひバレンタインに買っていただけたなと思います。数ヶ月後ですね。そうですね。はい、楽しみです。こちらですね。本当に自然農法で健一自然農園さんで、肥料も何も、農薬も、やらないという、肥料をやらないというのはちょっとびっくりしたんですけども、そういうのなしでお茶を作るという素晴らしいお茶でした。大量生産とはまた違うけれども、この自然の味わい香りっていうのがよりこう、なんていうのか豊かに出るから、このチョコのと合わせるときにこう濃縮してもそれが全然雑味がない感じになる。そうですね。本当にこのお茶のほうじ茶の味わい、ほうじ茶、チョコレート、この2つを食べてるなって思えるものになったと思います。このチョコにはアルコールとか使ってるんですか？使ってないですか？これ少々使っていますね。そこにもやっぱアルコールがずっと入ってる。そのほうじ茶の香り、チョコレートの良さを引き出すためにほんの少しだけこちら本みりんを入れてますね。甘さとコクと、そうですね。一番ほうじ茶との香りを出すのに良かったので入れてます。すごい。なんかどこからこの活力、なんかショコラティエ目指したきっかけというか、なんかそのエネルギー、ずっとその食材をずっと探し求めて旅をして作り出す、そのなんかこう源というか目的というか。一番は好きだからですよね。その食材探すというのももともとはチョコレートに合わそうと思っているわけではないんですよ。夕食に食べたり、あとおつまみにしたりとかっていうところを一番に考えて、その後この食材チョコレートに合わせたらどうだろうっていうことを2番目に考えているんですね。1番目じゃないからですかね。大井さんが今日は僕もたまたまちょっとだけお腹満たしてきたんですけど、チョコを食べる前に食べるものって何ですか？チョコを食べる前にチョコを食べ続けるわけにはなかなかいかないじゃないですか。なんかそのチョコを食べる前の食事として普段なんか何かどういう流れでチョコに来たらいいのかなって今、確かに突然ちょっと思いついちゃった。繊細に、味をいろいろ考えたいっていう時、一番何も食べないで臨むのはいいかもしれないけど、そばとかですね。なるほど。そばお腹にたまりすぎない。あと味がすっきりしてて、あとつゆも私あんまりつけないですね。ちょっと塩かけたりとかで食べるんですけども、そういう後に本当に本番のいろいろ考えたいっていうチョコレートの時は食べますね。そういう食事にしてますね。胃にもたれなくて油が強すぎないっていう、そんな感じである。あと口に残ってないっていうところもありますかね。私はですね私のチョコレートいいですか？私はさっきの大石さんの野立てじゃないんですけど、すごい疲れたり苦しいとかちょっと落ち込んだりとかするときに高い美味しいチョコレートを1個買って、でそれを本当に1分とか2分とかかけてもうずっと無言で目を閉じて食べるっていう、なんかその時がなんかすごくこう、無に
になるんですよね。頭の中が無になって、なんかすごく幸せに満たされて、で目を開けた時に、頑張ろうみたいになるんで、私はそういう風に食べてます。太田さんはね、食べてないんですよ。後でそうやって食べるために今食べないっていう。今日終わった皆さんも食べなきゃいけないんで。はい、今日この場で食べなきゃいけないんで。ありがとうございます。太田さんは後でちゃんと食べてください。はい、全部食べて、はい。どっか裏に戻ってから。空を見上げながら、森を見上げながら。でも本当にそうですよね。いわゆるこうコンビニで売ってるチョコと、やっぱりこう大石さんの作るアーティスティックなチョコっていうのは、そういうこちらもそういう集中力で臨んだ時に応えてくれるので、本当に素敵な時間です。ちなみにすいません、もう一個あれですけど、チョコを食べてる時に飲むものとかっていうのもなんかある。これ聞いたことはあんまなかったんですけど、もうチョコだけで水なのか、あるいは炭酸水なのか、あるいはコーヒーなのか紅茶なのか、でもやっぱり香りが混ざっちゃうとかいろいろあるじゃないですか。そこってどういう本当に分析のような感じでいろんな味わいを感じたいっていう時は常温の水かちょっと白湯みたいな感じのもので体をちょっと整えていく、あとチョコレートの味も分かるようにというところで、ただ本当に趣味で楽しくチョコレートを食べたいなってワイワイっていう感じで自分の心の中でですね思いながら食べる場合は、その中に入っている同じ例えばウイスキーを使っているチョコレートだったらウイスキーだったり、日本酒を使っているところだったら日本酒、その合わせ方をしますね。なるほど。今日はだから皆さんバラの花びらを食べながらチョコを食べたっていう意味でもそういうちょっとした合わせになってますね。同じものですので。なんかそういうペアリングを提案されてる時とかあったりするんですか？ありますね。日本酒は結構ありますね。同じ使っている日本酒を、まず日本酒を飲んで、その後チョコレートを食べて同じように感じるか、あとは一緒に食べて飲んで、鼻から出てくるチョコレートの香りとダイレクトな日本酒の香り、それを楽しんでもらうっていうペアリングはたまにバレンタインとかにいろんな百貨店とかでやったりします。バレンタイン日本酒とチョコってね、言われたり面白いですね。いいですね。いやどんどんやっぱ概念は変わっていくべきなんで。なんかね、日本の和菓子とかだとね、そういう風に結構コースとかで最近ありますけど、なんかチョコレートもできそうですね。お酒とチョコで。そうですね。広まっていくといいなと。もうバレンタインはもうおじさん自分のために買ってますから。私はですけど。自分のために自分でただ買う、もうこんなにチョコは揃う時ないんですよ。そうなんです。はい。もう来年用に準備させていただきます。今日オーダーしておいて。もう自分でただひたすら食べるっていうね、本当に豊かなね、あれで祝祭ですよ。そう。祝祭。バレンタイン日本の中ではチョコレートが一気に買えるチョコレートのお祭りですので。ぜひその機会にですね、いろんなチョコレート、メリーチョコレートだけではなくていろんなメーカーのチョコレート食べていただいて美味しさを楽しんでもらえればいいかなって思ってますね、個人的には。なんて心が広いんだ。いやもうなのでチョコの祭典をまたね来年やってくるんで、楽しめると。ぜひ宮田先生とチョコの祭典を開きたいなと思いました。はい。私も加えていただいて。ぜひお願いします。いいですね。やりましょうなんか。やりましょう。ここからスタートなんで万博ってね。はい。ここからきっかけになんかこの間も神楽坂で新しいちょっと取り組みをしてみたんですけど。万博っていうのはここがゴールじゃなくて、ここはスタートになっていろいろ開けて、そうですね。今日皆さん食べちゃったんで、新しいチョコ文化を、チョコ文化、そうですね。皆さんも一緒に仲間っていうとちょっと失礼かもしれないですけど、チョコ味わったこのコミュニティ。はい。みんなでまた同じ思いで集まれたらいいですね。そうですね。はい。ということでそろそろになってきましたけど、なんかあるんじゃないですか。そろそろねお時間になってきておりまして、まとめの何かが。まとめ、私ですか？まとめじゃなくて、まだ5分あるんでいろいろ。大井さんにももちろん今後の抱負を聞いてみましょうか。そうですね。さっきの新しいチャレンジっていうところで、地域を回っていくっていうようなお話あったと思うんですけど、なんかさらになんかこの大石さんとしてこういったことに挑戦したいとか、こういったことがなんか最近面白かったとか、あるいは他の食文化に学ぶこととかっていうのはあるんですか？そうですね。他の食文化に学ぶことはすごいいっぱいあって、チョコレート以外でも、日本食の
コースの食べ方とかですね、あーあの辺なるほはあれを一つのチョコレートで具現化してみたいなっていうなるほど何かできないかなるほど、ハッっていうスンチョコみたいなのとか、はいお椀チョコみたいな、その順番に食べていくような感じですね。確かにお椀のようなチョコってあってもいいかもしれないですよね。すごい素敵。だしのようなうん本当に繊細で薄いけれども、それがチョコみたいな、なんかこう美しい光り輝くようなバランスがうまみと塩味じゃなくて、うん甘みと何かこう、繊細な酸味とかで、こうまあチョコレートドリンクってあると思うんですけど、めちゃくちゃ濃いっすよね、あれをこう薄めてった先にあるなんかすごく美しい世界なんかありそうですよね。そうですね、あると思いまありす。そうですね。私旨味も使ったことあるんですね。ごまとかチョコレートって旨味意外とあって、ただそれ以上に発展はさせなかったんですけども、ちょっと今の日本食ね、結構ユネスコのところで今登録されたりとかしてますので、またその辺掘り下げるのも面白いかな。素晴らしい、素晴らぜしい。ひ和食の中のあと、和食のコースの中の甘味っていうと、やっぱりこう今流れとしてはちょっとやっぱりフランスのパティシエ的なものをこうジュレ使って、フレンチっぽいのを作るか、もう日本の伝統的なこうくず切りとか、フルーツ割りみたいな、ちょっと両極に行きがちなので、そこもなんか新しいのありそうですよね。そうですね。それこそ大石さんのアプローチで地元のお酒とか果実を使うっていうのも十分っていうのか、和食の本質って懐石のこう考えの中にはもうしっかり入ってるので、そういった思想を踏まえた新しいその甘味っていうのなんか十分ある。いやもうまさに今もう想像するだけでワクワクしてるので、ぜひ実現をしていただいて。いや、なんかここからチャレンジしていや、そうですね。もういつでもすぐに飛んでいきます。はい。じゃあ暁には。はい。一緒にやるんじゃないですか。一緒にやらさせていただきます。飛んでくだけで、他力本願に最後なっちゃったんですけど。食べる専門家と思ってました。何かできることがあれば、でもすごくなんかイメージがすごく湧いて、なんかいろんなそのチョコレートっていうと甘味っていうだけではなくて、これから先いろんな可能性があるし、本当にさっきお話私が思っているチョコっていうものを嫌いな人って本当にいなくって、ほとんどの人が。で甘いものからビターなものからいろんなものがあるんですけど、なんかこれから先もっともっと進化していくのかなとか、いろんな関わり方とか世界中とこうつながる方法っていっぱいあるんじゃないかなっていうのを衣食住の仕事を私しているので、もちろん食だけではなくて、なんかこう住空間だったりとかファッションの世界でも、サロン・ド・ショコラでもねファッションショーやられてると思うんですけど、なんかファッションの世界とチョコレートとかもきっとこれからすごく未来があるなっていうのを今日お話をしてて、いろんな想像をしてました。はい。最後何かさんからありますか？そうですね、チョコレートって本当に人と人をつなぐポテンシャルがあるものだと思っているんですね。今回の宮田先生、太田さん、そして今の会場の皆様とつながったのっていうのはチョコレートが縁だと思っているので、これからもですね、本当に美味しいチョコレートを作って皆さんいろいろつなげていっていけたらなと思っております。ありがとうございます。本当に森の共演という形で最初はですねミラズールというレストランのマウロ・コラブレコさんから始まり、もう日本の名だたるシェフのお招きして、そして今日大石さんチョコで最終回を迎えるんですけど、最後大石さんおっしゃってくださったように私たちこの万博で世界とのつながりというのを感じてるんですけど、食べること一つで世界つながってるんですよね。やっぱりその産地とつながったり、あるいはフードロスだったら環境ともつながるし、自分自身の健康ともつながるし、誰かの孤独に寄り添うってこともつながるので、この食っていうこのつながりからこの世界を考えるっていうのが、今回のなんていうのか一つの一連の流れだったんですけど、今日皆さんとこの万博という場所ですねでこの時間をご一緒にして、そしてこれからも食のつながりを皆さんと一緒に考えられるといいなというふうに思いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。では皆さん引き続き万博を楽しんでください。残りあと2週間切りました。ねえ。
気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございます。